雑談です。アバランチです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼過ぎに打ち合わせでまた行っておりまして、もうずっと本当に陣内君のネタを今やってるんですけど、なかなか難航しておりまして、まだまだ固まらず、昨日もまた2人っきりでね、打ち合わせをしておりましたが、まあもうちょっとかなってところでこうね、こう決定打にかけるというかね、難航しておりますね。難航しておりますが、そんなことをしておりまして、でまあそれしかしてませんでしたか、特にね。でまああれです、昨日はあれをね、このラジオやってなかったんであれですけども、一昨日にまた斉藤和也さんのライブに行ってまして、ツアーファイナルだったんですけど、いや本当に東京2日間あったんですけど、1日目とセットリストが若干変わってて、若干というか、アンコールの曲が変わってて、中もちょっと変わってたので、僕の記憶、1日目の記憶、確かあれファイヤーバードでそのまま歩いて帰ろうやってたような記憶だったんですけど、2日目は青のレスポールに持ち帰ってて、よく考えたら青のファイヤーバードで1曲やって間にコール&レスポンスの曲をね挟んで、何でしたっけ、忘れちゃった。それからだったんで、あれもしかしたら持ち帰ってたのかな、それともと思いながら思い出しているんですけど、あんま覚えてなくて、でも収録入ってたんで、きっと2日目は収録入ってたんで、2日目の模様はきっと DVD なりブルーレイになって出るんだろうなと思って楽しみにしておきますが、いや本当に素晴らしかったんですよね。曲順もアルバムを改めてもう一回ライブを見た後に聞いたら、本当にすごいというか、曲の構成でこんだけね、曲順でこれだけこう物語性を持たせるというかっていうのは本当にすごいなと思って感動しておりましたね。で2日目のアンコールでは I love me をねやって、あれイントロがかっこいいじゃないですか。もう何回もギターをっていうかね、練習したらあれ難しいんですよね。こうミュートにしてジャカジャカやるところがあるんですけど、頭でと思いながら見ておりました。それが日曜日ですわ。で昨日ね、そんなことがやっておりましたが、あと選挙ね、大敗ですよ言うてもね、言うても大敗ですよ。あれは結局こう連立を組めないというかね、立憲共産党、あれもう本当に外から崩しにかかってもね、こう自民党の量がこうダメだというのはもう分かってますから、これはもう一回ね、自民の中から内部崩壊させる方向でやらなくちゃいけないんだろうけどとは思いながらね、なんていうんですかね、こうそれ一辺倒とか一色じゃないですからね。自民党の議員の中でもそれはいろいろあるとは思うんですけど、僕は政策についてどうこうっていうのにあんまりねないんですけど、こうやり方が汚いっていう、そこだけですよね。今の、そこだけなんですよね。だから政策に言ってることってそんなに大差はない。あとはあれですか、憲法9条の解釈だけはそれは
ダメというか譲れない部分、改正をしようとする、あれはダメだと思うんですけど、その制作的なことはそんなに大きな大差はないんですけど、やり口が汚い、その裏金を使ってとかね、それが今回このアバランチにも本当に非常にこうね、近いというか、そう思ってみると余計に面白い、ね、で、アバランチ見ました。3話目ね、有限館というね、VIP 制の会員サロンというか、そういう政治家とか企業の人が通うサロンがあって、そこで闇取引がされてて、そこでの記録というかね、を使って、木月蘭子さん、国生さゆりさん演じる木月蘭子さんが、そこを取り仕切ってるわけですけども、でその秘密を出しにのし上がってきているという役どころですよね。でそこでいろんな賄賂の受け渡しがあったりなんだかんだりっていうので、その K ファイルをね、 K ファイルって言うんですけど、そこの証拠が載っているとされる K ファイルをそれさえ持ち出せればというか、黒幕というかね、誰でした、人よいしょ、プロミスの人じゃないや、アコムの人だっけ、大山ね、渡部篤郎さんをこうあぶり出されるというか、吊るし上げれるのにというので、そこに潜入していくんですが、リナ高橋メアリージュンさんが、そこのねホステスとタレントの卵みたいな子がそこでホステスとして働かされていて、っていうのもあって、でそのリナの高橋メアリージュンさんの親友だったというか、親友がそこで働いてて、田淵っていう議員に決めセクをさせられててね、それで薬に溺れて死んじゃったみたいな過去があって、でそんな思いもあって、このリナが潜入捜査を買って出てというかね、行って一暴れするっていう回だったんですけども、単純にね、そんな簡単に忍び込めるというか、新しくね面接を受けて、じゃあここで働きますっつって、で あなたタレントになりたいって言って、才能がなければ無理よ、何でもしなきゃ無理よって言われて、そこのホステスとして働くようになるんです。そんなね秘密の詰まったところに昨日今日入った人が行くかどうかっていう問題はさておきね、そこで引っかかっちゃうともう話が進まないんでね。でも僕はそこに引っかかっちゃいますよね。だって昨日今日雇ったやつにそんな重要なねポストを任せるかっつったら、なかなかね怖いじゃないですかっていうところは引っかかるんですけど、うまいこと潜り込んでやったっていうのがあれでしたけども、あといろんなね引用というかがありまして、田中要次さんが例のものはって言われた時に、あれですよ、ブローチにねカメラを仕込んでそれを作ってたんですけど、例のものはって言われた時にあるよって言うんですよね。でヒーローでしたっけ、バーのマスターでねやってたじゃないですかあるよっていうだけのセリフを延々やってたのがここで生きてきたというかね。それからあれですよ山森道夫さんって木村佳乃さんが演じる、アバランチを仕切ってる役ね、木村佳乃さんが出てるんですけども、木村佳乃さんって TBS の SDGs のなんかやってるじゃないですか。だからこのアバランチもその SDGs ね、持続可能な開発目標の一つとしてアバランチをしてんのかなって思ったら、ちょっと面白くなっちゃってね、こう地続きというか
ドラマなのになんかそういうところをねこうひっつけて考えると面白いなと思いながら見ておりましたが、まあねいよいよこうね怪しまれというか気づき出してきた、まあね今回でこのシャープ3でもう毎回一回こうやり玉に上げてね不正を暴いているんですが、まあ個人のやったことだっつって片付けられてきて、で今回3人目もその田淵議員もまあそういった意味で葬ったんですが、それにいよいよ気づき出して大山健吾さんね、内閣官房副長官をやってる渡部篤郎さんが気づいて、もう一人右腕のね霧島山中隆さん演じる霧島とでこうアバランチの存在に気づいてきているぞっていうところがまあね次回以降4話以降ねどうなっていくのかっていうのが本当に楽しみですがね、あと一つ福士蒼汰さんの西条さんがね福士蒼汰さん演じる西条さんとまあ大学の時同級生だった福本さんね堀田茜さんが演じる福本美優さんが今後ね、どうなっていくのかね、福本さんっていうのはその大山の秘書をやってて、でもアバランチってかっこいいよっていうところで、これはもう内部崩壊をねこっから仕掛けられるんじゃないのかっていうところがねこうワクワクしますが、まだまだ4話ですから、これどうなっていくというか、まあ、最終的にこうね、不正を暴いて成敗するっていう感じだとは思うんですけど、逆にアバランチの方を解体させられちゃった方がね面白いなとか思いながら、どっちに進んでいくのかなっていうところも含めてね、毎回3話目でもう1話目の主役が誰でした？千葉雄大さんでしたっけ？それ2話目か。1話目で今回3話目が高橋メアリージュンさんでしょ。で1話目はあれか福士蒼汰さんかでね、順番にこう主役をこう買って出てるんで、まあそのうち、ね、綾野剛さんがめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。どうなっていくのかっていうのも含めてね楽しみなドラマアバランチ見逃し配信 TVer、 あとはこれは FOD ですかでやっておりますんで、ぜひご覧。本当にね綾野剛がかっこいいね、肩書き多いわねっつって言われてね、東大での何でしたしがないジャーナリストですっていうシーンね、めちゃくちゃかっこいいですよね。と思いながら見ておりますんで、ぜひ見逃し配信でご覧になってくださいと。コント SDGs なんだアバランチもね SDGs の木村佳乃さんのSDGs の活動の一環だったってことをね皆さん気づいていましたかね。持続可能な開発目標の一つですよそんなことを思って見ておりました。ぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。